チェーンソーマンコラボでマキマさんが実装されたので、特殊個体アルトアイゼンで使用してみました。まずマキマさんの性能を確認します。スキル2により120回攻撃した時3秒間敵全体を挑発するので100発ほど撃って待機。ミサイルポートが現れたら攻撃し挑発を発動します。挑発は問題なく機能しミサイルを誘導できました。そしてミサイルのダメージを受け不屈の効果で一時的に無敵になりました。不屈の効果で1回はタレット攻撃を受けられそうです。 N のクールタイムは減っていないのでクールタイム減少の効果はやはり本人だけのようです。クールタイム減少は使いどころが難しそうです。バーストスキルは攻撃が貫通特化になり攻撃ダメージの一定割合の HP が回復します。タレットを狙い貫通により多段ダメージを出していますがやはり防御型なのでダメージが乏しく回復にはあまり期待できないです。挑発についてはノイズのように任意のタイミングで行うことはできないので扱いづらさがあります。例えばここで挑発のタイミングが少し早いと途中で挑発が切れてミサイルのターゲットが別の2機に向かってしまいます。ただミサイルはノイズと同様の方法で回避できそうなのでノイズと同じ使い方で攻略してみます。まずマキマさんを操作し100発ほど攻撃して挑発に備えます。大丈夫です。右のミサイルポートが見えたら攻撃して挑発しバーストでタレットを集中攻撃します。ミサイルはノイズでの回避と同様に4発ずつ体勢を変えて回避します。ここでタレットを壊せなくてもマキマさんなら1回は耐えられます。照準は左側のタレットに合わせできるだけダメージを稼ぎます。ミサイルの攻撃に合わせて挑発するのが難しいのでノイズほど安定はしませんがタレット攻撃を1回確実に受けられるのは大きいかと思います。タレットの HP は残り少ないのでバーストで破壊して7段階に移行します。7段階以降はマキマさんは内漏らしのミサイルを受けて不屈で耐えるくらいしかできることがないので通常通り火力でミサイルを破壊しつつダメージを与えます。
挑発の使い勝手はあまり良くありませんが、マキマさんはノイズの代わりとして問題なくアルトアイゼンの攻略に使える性能かと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。